ロシア軍の1日あたりの軍事支出は過去最高額を記録。第一四半期における支出額がこのまま続けば、ロシアの国家予算の 40% 以上が軍事関連となる異常な状態となります。そうしたこともあって、ロシアの財務省も中央銀行も、このままの軍事支出のペースは継続することができないとして、軍事予算の削減といったものを求めています。ところが、過去最高額の軍事支出を記録した第一四半期、ロシアは2ヶ月連続で占領地が減少しています。つまりウクライナ軍の奪還の方が進んだわけです。今ロシアは過去最高額の軍事予算を突っ込んでいるにもかかわらず、ウクライナ軍の反撃を止められない状態に陥っているわけです。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。現在進んでいるウクライナ軍の軍事作戦とロシア国内における戦争を支える経済の話について取り上げていきます。現在ウクライナ軍は両面攻撃を行っています。まず前線においては手薄なところに対して反撃を行ってじわりじわりと奪われた土地を取り戻す奪還作戦を行っています。ただしこれは非常に慎重なもので大規模攻勢に出ているわけではありません。現在最もウクライナが力を入れているのがロシアの補給線もしくは国家資源に対する攻撃です。ロシアの国家財政の大きな柱となっている石油関連施設への攻撃は継続的に行われています。これに加えて最近特に上昇しているのが前線のほんのちょっと後ろ50キロから100キロ先の物資輸送に対する集中的な攻撃と補給物資の通る高速道路や橋に対する攻撃です。その中でも特に目立っているのが今クリミア半島に対する陸運を完全に閉鎖しようという作戦です。この前段階としてウクライナ軍は南部地方におけるロシア軍の対空兵器に対する集中的な攻撃を行ってきました。基本的にロシア軍の対空兵器はまずは大型の対空ミサイル、そして前線近くの機関砲類などを中心とした対空陣地の2つがあります。ミサイルについては特に固定の位置にあるものについては徹底的に衛星写真を元にして情報をつかんで攻撃を実施。対空陣地についてはそれらについて避ける形でのドローンの移動といったものを繰り返しています。特にこうした対空陣地を避けるということに関しては、今は AI の発達もあり、ロシア軍の動きと連動する形で回避し続け、飛行経路なども順次訂正するといったことなどが非常に細かく行われていると報道されています。ウクライナの南部ヘルソン州の占領地域においては、ロシア軍の物流網といったものが南部戦線全体に対する物資の補給ルートとなっています。また、クリミア半島へと流れていく物資といったものは、ロシア軍だけではなく、クリミア半島の経済に対しても大きな影響を持ちます。しかし、クリミア半島にかかっている橋といったものが数が限られていることもあり、これらに対して攻撃を行うことで今物流網に大きな負担をかけています。橋に対する攻撃を行った後、ロシア側はこれを修復はするものの、再びの攻撃を恐れて仮設の橋などもかけています。ただし、もともとあった橋の修復工事を進めている一方において、こうした仮設の橋というものはあくまでも一時的なもので、従来通りの物流網を回復できるわけではありません。特に大型のトラックなどは間を置いて通すことが必要であり、一気に今まで通りの速さで全部を通すといったことができません。そのため周辺においては仮設の橋を渡るための渋滞といったものが発生しています。こうした渋滞の列に対するウクライナ軍の攻撃が始まれば、さらに物流網の麻痺といったものは進むでしょう。こうしたこともあって、クリミア半島における燃料不足だけではなく、その周辺地域に対するガソリンの不足といったものもさらに拡大しています。例えばクリミア半島で燃料不足になっている人たちが、隣のロシア南部のクロスノダール州に出かけていってわざわざ給油をするといったことも頻繁に発生しており、それに伴って隣の場所でも同様に燃料不足が発生するということになっています。さらには徹底的にロシア政府が力を入れていた首都モスクワや第二の都市サンクトペテルブルクでも給油制限が従来よりもかかりました。今までは60リットル以上は入れませんという形での給油制限でした。これは業務用の大型車などを対象としたものであり、ほとんどの場合一般的な家庭用の乗用車であればガソリンを満タンにすることができました。
ところが大都市圏でも20リットルまでというような制限がかかるようになりました。これはそのぐらい燃料危機といったものが今、ロシアの西部地域において発生していることを意味します。ただしこれを捉えてロシア全域で燃料不足になっているという話ではありません。なぜならば、ロシア中部やロシア東部、こういった地域におけるガソリン不足といったものは報告されていないからです。ロシア西部のウクライナ軍の攻撃範囲における燃料不足だと思ってください。この地域に燃料を供給していた製油所などが攻撃を受け、生産能力が大幅に減少しています。さて、そのようにして日々の戦闘面においては、ウクライナ軍のロシアに対する反撃といったものがより質量ともに増大する中、ロシア側の対応する支出といったものもどんどんと増えています。それはウクライナ軍の攻撃が重なることによって修復にかかる費用もかかりますし、また、プーチン大統領は今年こそはドンバス地方を制圧するんだとして、ロシア軍に対して攻略を言明しています。それだけにより多くの軍事予算を投入しています。プーチン大統領は公の場では未だに強気の発言を繰り返しており、よほど部下からの報告はプーチン大統領の意向に沿った内容に限られているのでしょう。ただし、現実面においては、ロシア軍の進撃が連戦連勝なんていうことは全くなくて、この2ヶ月は連続して、ウクライナ軍の奪還した領土の方が大きい状態になっています。つまり、今までよりももっともっと多くの軍事支出をしているにもかかわらず、現実においてはじわじわと押し戻されているわけです。これは先月開設した潮目が変わったということを今まさにウクライナが実証しているわけです。このままのペースで軍事支出が続くと、年間ベースでは国家予算の 40% 以上が軍事支出という従来よりもはるかに高い水準となります。従来の私の説明ではおおむねロシアの軍事予算は国家予算の 30% 程度だというような話をしていました。そこからはかなりの上積みとなります。ただしこれは緊急支出も含む増額であり、年間でこのペースを維持できるかどうかもかなり怪しいものとなっています。そもそもロシアの財務省も中央銀行もこのペースでの軍事支出はあまりにも財政負担が高すぎるとして軍事予算の削減といったものを求めているぐらいです。さてここで問題が発生しました。それは中央銀行のナベウルナ中央銀行総裁、ここ最近病欠を理由にして公の場に出ていません。最後に公の場に姿を現したのは5月28日以降は病気療養中として姿を見せていないのです。これに関連してはインターネット上でもうプーチン大統領に消されてしまったのではないかなんていう陰謀論も流れています。先ほども述べたように中央銀行からはこれ以上の軍事支出を続けることは危険であるとして警告が発せられていることであり、プーチン大統領にとっては非常に耳障りな情報でしょう。そういった人物が姿を見せなくなったことで、きっとプーチン大統領の逆鱗に触れてしまったんだというような解説をする方もおられるわけです。ただしここについてはちょっと先走りすぎでしょう。というのもナビウルナ中央銀行総裁はそもそもロシアが戦争に突入すればそれは決して経済的に良いことはなく、こうした政策といったものは取るべき政策ではないという話をしていました。ですから積極的にプーチン大統領に対してどんどん戦争をやってくださいみたいな話をしていない人物だったのです。しかしそのようにしてプーチン大統領の政策に大手を振って賛成しない人物であっても中央銀行総裁を続けることができていました。なぜそのようなことができたかといえば、プーチン大統領も中央銀行総裁としての手腕を非常に高く評価しており、ある程度自分にとって賛同を示さない意見を出したとしても、決して彼女を排除することができないと言われているのです。ナビウルナ中央銀行総裁が今病欠中であるといったことに関連して、ロイター通信はプーチン大統領がこのようにコメントしたと報じています。プーチン大統領は高官らに対し、中央銀行の政策は成果を上げていると発言。テレビ放映されたコメントで、経済状況はコントロール下にある。それは極めて明白だ。講じられた措置は望ましい結果をもたらしたと述べた。来年6月に任期満了を迎えるナビウリナ氏の不在は SNS 上で懸念を呼び始めている。とこのようにナビウリナ氏の手腕について不満を述べるのではなく、むしろこれまで非常にうまくやってきているというような評価を公の場で行っています。
また、ナビウルナ中央銀行総裁の手腕に関しては、少なくとも専門家の一人として評価した場合においては、ヨーロッパ全域で考えた場合においても非常に有能な人物として知られているため、プーチン大統領としても引き続き彼女の退場といったものは望んでいないでしょう。むしろ彼女を排除することによって、プーチン大統領自身が自分の首を絞めることにつながるだろうと言われているのです。しかし何事にも限界があるものです。ナビウルナ中央銀行総裁が警告するように、現状のままの軍事出出を継続的に行うことは、ロシアにとってもいよいよ難しくなるものです。そもそも現在の国家支出の 40% 以上が軍事予算という異常な状態というのは、ロシアの連邦国家としてのそれぞれの地方政府に対するお金をどんどんとばらまけなくなるということなので、国民に対する増税政策、公共料金の値上げ、様々な面で国民に対する負担がどんどんと増加するわけなので、プーチン大統領の足元の支持率といったものもどんどんと下がっていくこととなるでしょう。ただ、気をつけなければならないのは、こうした状況の悪化といったものに伴って、じゃあ、ウクライナが連戦連勝であっという間に全ての領土を取り戻せるかといえば、そう甘くないという問題も同時にあります。だからこそ今、ウクライナが重視しているのは、前線における領土の奪還を急がず、しっかりとロシアの足腰を破壊しようという遠距離攻撃に軸足を置いていることです。なぜそのようなことをしているかといえば、今までの条件が変わるからです。潮目が変わったイコール攻守交代というのは、今までウクライナにとって有利な条件が一つ失われてしまいます。それは、しっかりと守って攻めてくるロシア軍に対する攻撃を行うのであれば、これは圧倒的に被害者はロシアの方が多くなり、ウクライナは少ない被害で大きな打撃を与え続けることができます。ところが領土の奪還に攻めにウクライナ軍が出ると、今度は守るのがロシア軍という形となり、この場合だとウクライナ側の被害が甚大になってしまいます。だからこそ、前線を支えるその後ろを徹底的に攻め立てることにより、前線のロシア軍の戦闘能力を大きく落とすといったことに、まずは焦点を当てているのです。このあたり非常に理にかなった戦略をとっていることにより、今ウクライナは決して焦って大攻勢に出ようとしているわけではなく、非常にじわりじわりと攻撃を行う懸命な作戦をとっていると見た方が良いでしょう。前線で焦って攻撃を多発して被害が増大するよりも、むしろロシアを徹底的に足腰から叩いて弱らせて、弱ったところから少しずつ切り取って取り戻していく。この後非常に時間はかかるものの、少なくとも今のウクライナの基本戦略は的確だと言えるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。